三味線って曲中で急に転調されると、途端に無力になっちゃうんですよね。例えばどういうことかっていうと、2尺で弾ける、C マイナーの曲、C マイナーで曲が始まったとして、で途中の、ラストのサビとかで盛り上がって C シャープマイナーにこう1個転調する、上がったりすると急にフレーズが弾けなくなっちゃうみたいなね、っていうのはねもうあるあるなんですよね。で和楽器全般一調に弱いんですけど、ただ尺八とか琴とかは構造上仕方ないところがあるんですよ。でも三味線ってフレットレスなので、西洋の12音階だけじゃなくて、それ以上の、無限に音程が表現できるはずなんですよね。言ったらフレットレスベースとかバイオリン、チェロとかね、ああいったものも、フレットなくてもう無限に音程が出せるので、あらゆるスケールが弾けるはずなんですよね。で、じゃあなんで三味線で、転調ができないんだろうと、されてるのかっていうと、やっぱりねその民謡で使うフレーズをそのまま転用しちゃうからなんですよね。具体的には開放弦を使いたがっちゃう、ゼロのツボを使いたがっちゃうんですよ。でこれをやっちゃうとやっぱりスケールに合わない音になっちゃって、4300が封じられた途端全然曲が弾けなくなっちゃうと、いうことがあるあるなんですよ。ただ今回僕が紹介する方法っていうのはもう指の形全く一緒で、ただそれをずらすだけで全てのキーに、対応できるという超画期的な方法なんで、見ていきましょう。で今回の内容なんですけれども、以前だいぶ前に、出した動画で誰でも、弾ける、誰にでもできる超簡単なマイナーペンタトニックスケールの覚え方っていう動画を、出したと思うんですけど、その内容をちょっと踏襲していきます。ちょっと軽く、復習しますと、なんか覚えやすいボックスっていうのを見て、そこからだんだん使えるツボを見つけていけばいいという、そういう話だったんですね。詳しくはねその動画見ていただければいいんですけど、例えば c マイナーペンタトニックだったら46がもう1の糸から3の糸まで使えると、464646ともう何も考えずに人差し指薬指だけで弾けちゃうっていうのと、高いところで見ていくと91090121012っていうのが、高いところだと結構簡単に使えるということなんですよね。ちなみにこれちょっと前提としてるのはちゃんとこう2尺で、3下がり、CFB フラットに調弦した場合なんですけど、ちょっとこの内容がまだ分かんないって人は、その前の動画に、帰ってもらって確認するといいと思うんですけど、今回それを前提としてじゃあ転調していきますね。例えばじゃあ d マイナーのキーで、曲を弾かなきゃいけないってなった時は、じゃあさっき、見たボックス c マイナーペンタで覚えたボックスをずらしていきます。d マイナーっていうのは c マイナー c シャープマイナー、d マイナーだから2つツボを高くすればいいわけです。で4から始まったやつ、それを56っていうふうに456ってこうツボを2つずらす。だ d マイナーだと、c マイナーの時に46のボックスだったやつが68のボックスになってるわけです。って感じですね。だから、高い方も、9が c マイナーで、フラットから始まるのは c シャープマイナーで、 d マイナーは10から始まる、10121012、10シャープ1210シャープなのかなっていうのが、d マイナーになります。じゃあ、このツボを使って、d マイナーペンタトニックスケールを使って、なんかちょっと実演してみます。
はいで、理屈はね全く一緒なんですが、一応低くなったパターンを見てみましょうか。今は上にずれたんでね、じゃあ a マイナーのキーで弾きたいと、言うんですが、これは c マイナー b マイナー b フラットマイナー a マイナーとツボがね3つずれます。だから46から始まってたやつが2から始めていけばいいわけですね。 a マイナーの場合2シャープ2シャープ2シャープなのかな。高い方だと9から始まったやつが3つ落ちます。876、まあ6から始める。6868フラット8フラットか。ということで、じゃあこのツボを使って、もう一回ちょっとデモを弾いてみたいと思います。はいっていう感じでいかがでしたかね。今回は、マイナーペンタっていうのを、例にしましたけれども、これ他のスケールでも全く同じ考え方です。マイナーペンタだけじゃなくて、例えば、リディアンスケールとかオルタードスケールとかもまず覚えやすいのは全部ねキーを C にして覚えちゃう。 C オルタードスケール、C メジャースケール、C ドリアンスケールとか、スケール覚えるんだったら C を基準にしちゃっていいと思います。でそれから、キーが変わるとかね、そういうことがあったら、それを、その分だけ、高くずらすなり低くずらすなり、していけば全くいいわけですよ。でそれとかあと、スケールだけじゃなくてお気に入りのフレーズっていうのも指使い全く同じでずらせばいいだけなんですよ。例えばなんだろうなっていうフレーズを弾きたい。そしたらこれを全く指使い一緒で、適当な、適当っていうか、適切なところから指使い全く同じで始めればいい。っていう感じなんですよ。だからフレーズね1個覚えちゃえば他のキーで練習する人、あんまりその必要がないかなと思うんですよね。そうこれは画期的です。ただ一応言っとくと、最初のうちはだからその C を基準にすればいいっていうだけで、慣れてくればなんて別にどっから始まってもいいみたいな、F マイナーでも、G ドリアンとかでも別に何のキーなんかの特定のキープラス、なんか特定の、スケールっていうのは全然合わせて覚えられると思います。だから最終的には例えばじゃあ F マイナーに転調したいってなっても、F マイナーは、C マイナーの5つ上だからとかって言ってずらすっていう風に考えなくても、F マイナーは F マイナーで覚えられるように、なっちゃうんで、その辺は慣れてくればそんなにこの方法はあんまり、こだわらなくてもいいかなっていう感じですね。そうという感じでですね、このただずらせばいい理論を使ってですね、どんな、曲でもこう弾きこなせると思うので、ぜひいろんなやつをチャレンジしてみてください。であと、今回デモンストレーションで使った、トラックってバッキングトラックが、この動画が公開される前には、D マイナーのやつと A マイナーのやつ揃ってると思うんで、それでもたくさん練習してみてください。それでは。